皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナの情勢解説です。現在10月下旬といったこともあり、ウクライナの気候条件としてはこれから一気に冬へと駆け込んでいく時期でもあり、冬に向けてそろそろ準備を整えていかなければならない、そのような時期です。厳しい冬がある以上、大規模な作戦をするにはなかなか難しい時期です。そうしたわけで現在においては、自分たちにとって戦いやすい場所であるとか、どうしても冬が来るまでに落としておきたい場所、そういったものを双方が求める時期です。しかし、目的があるからといって無理をすればするほど大きな犠牲を伴うものです。現在ロシア側は冬を前にして何とかアウディウイカを落とそうとして大規模な攻勢を仕掛けているところです。しかし、現地から上がってくる映像は明らかにロシア軍があまりにも過大な犠牲を払いつつ前進をしようとしていることです。今回の動画では連日のように犠牲を払い続けているロシア軍の様相とともに、ATACMS ミサイルがロシア軍の飛行場を攻撃し、またしても多くのヘリを撃破している映像などを取り上げていこうと思います。一方で気がかりなウクライナ支援がどうなるかについて、アメリカからのニュースも追っていきましょう。それではまずはウクライナの戦場の様子から見ていきます。こちらがウクライナの戦況図。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。地図については戦争研究所のものを引用させてもらっています。まず第一に東部戦線アウディーイカの戦い。こちらは前回そしてその前も同じような話をしているのですが、それぐらい毎回のようにロシア軍の大規模な攻勢とそれに対して猛烈な反撃を行い、ロシア軍の戦死者が積み重なっている状況です。そして2つ目が、ATACMS の戦果報告。そして第3に、ウクライナ支援がどうなっているのかバイデン大統領の言葉を拾いながら、これから先の展望について考えていきましょう。まずは、ウクライナ東部戦線アウディウイカ戦役。こちらにおいては、ロシア軍による大規模な攻勢が仕掛けられているところです。ただし、これまでの戦場の様子は全く変わりません。攻めかかってくるロシア軍に対して、これを迎え撃つウクライナ軍が徹底的に迎撃を行い、多くの戦車、歩兵戦闘車、装甲車、歩兵らをあっという間に打ち倒すといった映像が次々と公開されています。ただし、戦争研究所はこうした攻勢が度重なることにより、ウクライナ軍もわずかに後退している場面があることを指摘しています。大きな犠牲を払いつつも、それでもなおロシア軍は前進しようとしていることから、アウディーイカを落とそうと全力を尽くしていることが考えられています。ただし、あまりにも被害が大きいことから、軍事的な合理性をほとんど無視した政治的な命令がロシア軍を動かしているのではないかと推測されています。こちらの映像でも走ってくるロシア軍の装甲車が爆発しています。1台が爆発された後、もう1両が味方がやられたのを見て逃げ帰ろうとするのですが、それにも追撃があり撃破されています。そしてロシア軍が戦車だけではなく歩兵戦闘車を持ってくるのは、それらの車両の中に歩兵がいるからです。大規模な攻勢においてはそうした車両プラス兵士といったものが必ずついてくるものですから、これらの兵士を打ち倒すための攻撃としてクラスター弾が用いられていることも確認されています。ちなみにクラスター弾の使用禁止条約にはロシアもウクライナも加盟していません。最後にウクライナ軍のドローンの活用方法についても公開されています。こちらの映像ではロシア軍がロケット砲を放ってウクライナ軍の陣地を攻撃しています。しかし、ドローンはその後もロシア軍の動きを追い続けました。そうやって車両が到達した場所がまさにロシア軍が弾薬を集積している場所なのです。このようにして車両の攻撃風景から元に戻ったその場所まで追跡することによって大元を叩くといったことに成功しています。こうした攻撃はドローンと遠距離攻撃を行う砲撃隊やもしくはハイマースのような他の部隊との連携が非常にうまくいっていることを示しています。なお、ウクライナ軍が発表したところによると1日で戦車55両、装甲車も100両以上といった凄まじい数を1日にして迎撃を果たしたといったような発表が行われています。このような数値はもちろん全てが全て正しいといった風に見るのは危険です。何しろ戦場においては撃破したんだという報告があったとしても実際には生き延びて逃げ帰るようなものもたくさんいますから、そもそも勘違いといったものも多分に含まれるものです。しかし現在においては衛星写真を用いた戦果確認といったものも行われていますから、全くの嘘といったわけではないでしょう。
まあ大体8割ぐらいは正しいかなぐらいで思った方が良いでしょう。しかし、たとえそうだったとしても、尋常ではない数の撃破数になっていますから、ロシア軍の攻勢がどれだけ大規模か、そして受けて立つウクライナ軍の迎撃がどれだけ激しいかを示しています。次に、エイタクムスの新たな戦果報告についても見ていきましょう。以前ご紹介したものでは、アゾフ海に面するベルジャンシクにある飛行場に対する攻撃についてお伝えしましたが、今回はまた別の場所、ルハンシクの空港に対するエイタクムスの攻撃結果です。こちらは東部戦線の戦況図。今回、エイタクムスが放たれた先はルハンシク。こちらは2014年にロシア軍の先行部隊が自称人民共和国を名乗り、この地域においてウクライナ軍を押し出し、実質的にロシアの傀儡政権が勢力圏下に収めた場所です。現在の戦いにおいては、ロシア軍のヘリ部隊が12から16機をここで駐屯させ、前線に対する支援を行っていました。そしてこちらが衛星写真を元にした戦果報告です。ロシア軍の保有する戦闘ヘリの中で、かなり強力だとされている KA-52 が、この映像の中では3機が損傷を受けていることが確認されています。それ以外にも完全に残骸になっているものも見られることから、原型を留めていたとしても、使い物にならなくなっている可能性があります。ただ、この基地に配備されていたヘリは全体では2桁ありますから、映像だけでは全滅させるといったほどの大被害を与えることはできなかったようです。ただし、前回のベルジャンシクと合わせると、撃破したロシア軍のヘリの数は20機以上にと上っており、これはロシア軍にとっては開戦以来最も激しい被害を受けた数日となります。ロシア軍にとってこうした高性能なヘリを量産することは難しく、失った戦力は非常に大きいものです。特に KA-52 は戦車を狩り尽くすといったことを目的として開発されたものですから、地上にいる時にこのようにやられてしまうというのは、ロシア軍にとっては屈辱的なことでしょう。東部戦線における戦いでは、アウディーイウカが非常に目立っていることからご紹介していますが、その他の戦域においても、東北部クピャンスク方面においてもロシア軍の攻勢といったものが確認されています。ただし、こちらもアウディーイウカと同じくウクライナ軍による徹底的な反撃にあって大きな被害を出しているようです。しかし、被害が出ているからといって止まらないのがロシア軍の一つの特徴です。季節が冬に向かっている今この時期において少しでも前に出よう、そして前に出るには犠牲をいくら払ってでも構わないという考え方がロシア軍にあるとすれば、戦力を完全に撃滅するぐらいの戦い方をしない限りは、残った兵を絞り出してでもロシア軍は攻撃をし続けてくる可能性があります。そうした意味では現在行われているアウディーイウカだけではなく、ロシア軍の全般の動きというものもよく見ておかなければなりません。本格的な冬がやってくればこのような大規模作戦もおそらくは停滞するとは思うのですが、それはそれで前線が停滞することに伴って兵力の再編を進める時期でもあることから戦争がまだまだ続くんだなということを考えざるを得ません。そして前線の膠着状態といったものが出てきた時に役立つのが遠距離攻撃を行う兵器たちです。アメリカがエイタクムスを供与し始めたというのはそうした意味においてはウクライナ軍の冬の行動を決定づけることとなります。今回ご紹介したようにルハンシクを攻撃したというのは明らかにロシア本国国境とも非常に近いところまで完全に射程距離内に収めていることを表していて、前線が膠着したからといってロシア軍に安寧の地はないということを今から突きつけているわけです。そして戦いが膠着状態になった時にそれぞれが戦力を蓄えるというのであれば、どちらの方がよりうまく立ち回るかというのも非常に重要です。ウクライナにとっては自国の経済といったものがかなりやられている状況ですから、残念ながら他国の支援といったものをかなり当てにしなければなりません。EU 側の支援については基本的には以前よりはマシにはなっていますが、だからといってヨーロッパ全体からの支援といったものにはどうしても細切れになっている部分がありますから、大口の支援国であるアメリカの動向がやはり気になるものです。今週バイデン大統領はウクライナ支援をどうするかについて演説を行いました。この中においてウクライナ情勢やイスラエル情勢といったものをかなり気をつかなければならないとして支援総額約15兆円が必要であるとして議会に予算の可決を求めました。15兆円のうち 1.5 兆円がイスラエル支援といったこともあり、やはりイスラエル情勢の緊迫化に伴ってウクライナに対する支援は
どうしても分散傾向となります。また、2つの情勢があることによって、東アジア情勢にもさらに気をつけなければならないといったこともあり、台湾支援の動きも本格化させなければなりません。アメリカはそうした意味において、多方面に目を向けなければならないことから逆に言えば、ウクライナの支援だけに全勢力をつぎ込めるわけではありません。アメリカの国内世論がどれだけ国際情勢に関心を持てるかに、これからの民主主義同盟の行方にも影響があります。また、予算の要求を求められた議会においても、下院においては共和党が優勢であり、その共和党の中には強固にウクライナ支援に反対している勢力がありますから、実際にいつ予算が可決されるかは全くわからない状態です。何しろ、共和党そのものが分裂状態で、下院の議長を選出することさえうまくいかない状況になっています。このままだとウクライナ支援だけではなく、そもそも政府機関を動かすための予算さえまともに審議できず、アメリカの国内政治の混乱が経済にも打撃を与えかねないような状況でもあります。ちなみにイスラエル情勢なのですが、予備役を動員したイスラエル軍はその戦力が非常に分厚いものとなっており、いずれは地上部隊侵攻はあると私は見ています。なお、ウクライナ情勢を説明するときに戦争研究所の資料をよく引用しているわけですが、イスラエル情勢についてもすでに戦争研究所がレポートを発している状態なので、イスラエル情勢がさらなる緊迫、そして戦闘の激化といったものが見られれば、そちらの方もまた動画にしていこうと思います。特に気がかりなのはやはりイスラエルの北側、レバノンにいるイスラム武装勢力ヒズボラによる攻撃により、もっと戦火が拡大することです。その他、特にこの地域においては、イスラム教武装勢力といったものがいくつもあり、しかもそれらの大元をたどっていくと、イランという国へと行き着くことがあります。インターネット上ではイスラム武装勢力が中国共産党や、もしくはロシアの子分だといったような無茶苦茶な説明をする人たちがいるわけですが、要警戒なのはイランの動きであり、イランから発した宗教的な連帯といったものを無視してはいけません。この地域におけるイスラム教、そしてイスラム教の2つの派、スンニ派、シーア派といった構造といったものがあるからには、それらの構造に基づいた事態の理解に努めるべきです。日本から見れば中国の影響力がでかいんだろうという思い込みがある人がいるわけですが、思い込みで国際情勢を理解しようとすると、どうしてもそこは実情とずれてしまうものです。そして、こうした国際情勢の話ばかりをしていると勘違いされてしまうなというのが、日本の政治に私が全く興味がないと勘違いする人も出てきているようです。確かに動画の話題としては国際情勢の話ばかりしているといったこともあるのですが、しかしそれが全く日本と無縁な話ではないといったこともたびたびしています。ウクライナという遠い地の出来事というものが回り回って日本へと関係するんですよということがなかなか理解できないと、そうした日本の政治へとつながってくる日本の安全保障問題というものの大事さといったものを説明するときに、海外の情勢説明といったものはどうしても必要になるのです。というわけで今回の動画はこの辺りにしておきましょう。ウクライナの東部戦線においてロシア軍による攻勢が行われていますが、これは冬を意識しての攻勢だと思われます。そこには厳しい冬がやってくる前に少しでも前進しておきたい。そして前進を果たすためであれば、多くの犠牲を払ってでも全く問題視しないといった考え方が、特に政治命令として出ている可能性があります。そのような命令が出ていると仮定した場合においては、これからもまだまだロシア軍の無茶苦茶な攻撃といったものが行われる可能性が高く、ウクライナ軍がこれにどれだけ耐え忍ぶことができるかが注目されます。そして、イスラエル情勢といったものがウクライナへの影響を与えているのも事実で、2つの情勢の変化といったものをまたよりきな臭く東アジア情勢へと目を向けざるを得ないわけです。そしてそのことには日本も無関係ではいられません。日本の国内政治といったものももちろん大事ですが、同時にそのような国内情勢といったものを全く無視する形で戦争という2文字がもしも日本に降りかかってくれば、それは国内政治云々をしている状態では全くなくなる。そのこともまた意識しておかなければならないのです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していって、そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメント、また役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にもお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。